こんにちは。アニメ紳士です。今回はガールズバンドくらい第2話への視聴者の反応をご紹介します。こちらのチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。やばすぎだろこいつ。中指立てるよりやべえことしてんじゃねえか。強靭だろこいつ。あ、もうむちゃくちゃだよ。もらったその日にぶっ壊した。ロックだな。主人公がガチでやべえのなんですが。やべえやつすぎる。めんどくせえ女。こういう子好きだよ。まあロックをやるやつだ。これくらいやべえやつでいい。お前らが迷子を全員やべえやつってもてはやしたから、花田大先生がどけ本当のやべえやつを見せてやるって本気出しちゃったじゃねえか。ライトぶっ壊したの見て面白え女って思えるドラム強いな。昔のジャンプで買ったその日に喧嘩でギターぶっ壊したヤンキー漫画を思い出した。良い展開だな。それっぽい言葉かけてないで病院連れてくべきじゃないか。こんなやつとバンド組んでも解散する未来しか見えない。蛍光灯頑丈すぎだろ。丈夫な蛍光灯だな。蛍光灯割れてないとかどんな奇跡だよ。先週場所取りで揉めた2人は本当に内輪だけなのか。このアニメで一番優しいのがあの2人なの笑うんだ。ポテンシャルを感じるアニメでしたね。イカれたメンバーが集まってきた。やっぱりこのアニメは狂気のアニメだ。傘が割れたのに蛍光灯無事だったの。怒ってるように見えて冷静に壊しちゃいけないところは避けたよ。鍋食べて電灯をつけて終わったな。これいじめられてた原因は主人公にあるって感じにするんか、ただ主人公がヤバいやつってことなんか。来週は牛丼屋で立てた中指突きつけた2人と会うのかな。当たりの花田先生や。これ花田先生だったのか。1話はとっつきにくかったけど慣れると結構いけるかも。鼻水切ったね。ひどい絵面だと途中テンション下がったか。うまくまとめたな。主人公の性格は狙い通りなんだろうな。CG は変に凝ってなくて庭の方が見やすかった。今日のエンディングも新曲出たみたいで毎回音楽広げていく感じかな。いい終わり方だったと思ったよ。主人公めんどくさい女だしかなり人選びそうだけど個人的には刺さる。赤いチリチリオーラの演出だけ未だ慣れないけど。お隣さんスキップルンルンで出かけていったと思ったらすげえ床ドンと鳴き声聞こえてくる。これ黒髪ロングの方も中身尖ってそうだな。主人公が荒れすぎてお前らは2人をいいやつらだいいやつらだ言ってるけど、まあ明らかに引いてるのにずっとガンガン喋り続けてたから結構なヤバさは感じるぞ。1話で重たい話を締める花田先生好き。引きずらないの良いね。感動した。無心になって押し入れで作曲でもした方がいいんじゃない。ぼっちちゃんって演奏だけじゃなくて作曲もやってたっけ。これが花田音体の青春なのか。このボーカルめんどくさい。知り合ったばっかりなのに殴り。なんだこのアニメめんどくさくて感情が激しいのは創作向きではある。話は作りやすそう。花田先生の本気だな。面白いぞ。ラブライブは手を抜いてるのかな。手を抜いてるというか方向性の差では。面白いのか面白くないのかはわからんが、初めて社会に出た時の自由感とか万能感とか不安がひしひしと伝わってくる。長らくアニメ見てあまり感じたことのない高揚感がある。全体的に昼間のシーンが少なくて夜のシーンばかりだからそう感じるのかも。傘はプラスチックだから割れるのは蛍光灯の方だろう。これは面白い花田大先生だ。やっぱ花田先生天才だわ。花田先生はそれなりに社交性あるだろうにこんな陰キャが描けるなんて。あれ、何この絵。それでやればいいじゃん。ガールズバンドくらい夜のクラゲユーフォニアム3と迷子とか好きな人は今季はかどりそうな気だな。ぼっち系のバンドアニメ増えないな。面白いかどうかは置いといて実況向けではあるな。スクフェスみたいなゲーム作れば売れるぞ。面白い。視聴継続するわ。これよりもいの花田先生帰ってきたんじゃねえか。
平沢優とは違うあかん主人公だな。トゲトゲ系。平沢はふわふわやばい子。ラブライブスーパースターの主人公もこれくらい尖ってたらもっと人気出たのでは。ラブライブは NHK で放送するせいで尖れなかった。キャラも展開もなかなか面白い。私、一生誰とも仲良くなれないんだと思います。性格悪いですから、一生一人なんだと思います。他人事じゃないわって思った。でもニナには仲間がおる。そんなガールズバンドくらいにはだった。ニナっちめんどくせえ女だ。嫌なことを嫌と言えないで、半端に八方美人をしようとしてできない不器用さん。後悔して泣く反省があるから、嫌味にならないさじ加減。いや、無理な人は無理だろうけど、リビングでスマホ禁止は世間の感じと逆っぽい気がする。部屋に持ち込み禁止の方が多そう。なんか主人公のややこしい感じ、見覚えあると思ったけど、これ岡田真理作品の主人公感あるわ。けど違うのは花田作品には面倒くさがりながらも、ちゃんと分かってくれる仲間がいるってところやな。現実にはこんな人たちなかなかいらんから、憧れるし眩しくもある。境遇を変えようって都会に来たのに、変わらない、変えようとしない、矛盾する自分に泣くニナの姿が心に刺さる。同い年のスバル、くたくた派とシャキシャキ派で不穏さ出してくるな。ニナに不遜な態度を取られても軽くて、かなり陽キャかも。桃香がのんべえ設定とは、恋愛も感動も不条理も理不尽もクソみたいな世の中も、自分の中の心をライブで表現する。過去を思い出すたびに出てくる痛々しいトゲの一本一本が彼女の声で、彼女たちのバンドで形になっていくのかな。弱いくせに自分を曲げない強さを持つ彼女に惹かれ、それに気づき寄り添う仲間に惹かれる。いや、すごいよかった。ニナの暗い過去、自分を出すことを恐れて人とうまく付き合えないし、差し伸べた手を振りほどいてしまう素直じゃないところもある。でも本当は仲良くなりたいし、二人もそんな面倒くさいニナを見捨てたりしない。そんな光景に思わず涙。家族にも学校にも居場所がない。人の優しさが鬱陶しい苛立ち。ふと我に返り自己嫌悪の涙。せからしか、破壊衝動の怒り。受け止める桃香の心に共鳴。ニナの喜怒哀楽が本編革新的な暗い初期衝動の叫び。もちろんめちゃくちゃ泣いた。ボサロよりも、ボッチがロックしてるアニメが来てしまった。家のしがらみからも逃げきれず、上京しても自分の殻を破れない。街中で蛍光灯をぶん回す今季最強に面倒くさい女。ニナ、彼女の鬱屈とした思いは、仲間との出会いで解き放たれるか。中指立てる以上の衝撃が来るとは思わんて。重大に感じる孤独や不安。葛藤に抑圧された環境から抜け出そうともがくニナが、もともと持ってる純真さと、それをすくい上げることで動き出したい桃香。二人の心情が混じり合うことで転がり出す運命。王道っちゃ王道展開なんだけど、目にまっすぐに刺さるわ。ニナちゃんの過去が少し明かされたけど、逃げてきたのは正解だったろうし、桃香さんと出会ったのは運命だと思えるほど、桃香さん、良い人すぎて好きだ。スバルちゃんは今回出たばっかだったし、今後が楽しみ。あと、ニナちゃんの表情が豊かでほんと可愛い。ニナ、クソ面倒くせえ。でもバンドは言いたいことがたまりに溜まっているやつがやるもの、桃花団との定義で、そのうちに渦巻く怒りやひがみというニナの葛藤が、音楽へのきっかけや必然に見えてくるのが熱く面白い。ルサンチマンを原動力に、動き出す物語が実にロック。ニナ最高にめんどくさい。笑い。何にもできないのにちっぱりなのはもどかしいけど、その爆発に期待。桃香はダメ大人感と人よし感が、外見とギャップあっていいな。好き。スバル。趣味がレスバ。この子とニナの絡みも面白そうね。楽曲もいい感じ。これは見ていこう。やばい。今回も面白すぎる。怒りも喜びも悲しさも全部ぶち込め。このキャッチコピーに込められた思いをさらけ出して蓋にする。そして、バンドは一人だけでは生み出せない。自分に嘘がつけず、自分を曲げず、すべてをさらけ出す。ニナの歌が好き。知人と他人が醸し出す仲間味、そこに自分はいない疎外感。
その逃げるようへの自己嫌悪なるうまい描きだな。メンタルボロボロを表現した照明器具に光を灯す花田十喜節の巧みさよ。その心の叫び、めんどくせえ女だがロック味はある。転じてにな面白え女だ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。